私の代になる前から日替わりなどで出していた鶏の天ぷらがあまりに美味しいということで、もう乗せてしまったらいいんじゃないかって私が提案し始まったのが鶏天そばなので、この上に乗ってるのもやっぱり一つのおすすめになってくる。この名残丼に入ってるそばがうちの名物ということで。大根です。真ん中のヤーコン。ヤーコン。衣がうどん粉っていう中力粉を使ってて、うちだからつゆに溶けなくて今浸っちゃってるじゃないですか。それよく衣だけボロって取れることあるでしょ。うちの衣は強いので溶けないんですよ。でその吸ったところがまたお好み焼きやたこ焼きみたいに美味しい、うまいと。ここの村がそばの産地だったんですね。でそれは結構寒いので米が昔取れなかったんだと思うんです。それでそばを名産というよりはもうそばが常食だったと思うんですけど、大名行列が通るという時にお殿様に何か献上しなきゃいけないということで、おそらくそばぐらいしかないからでそれでこの初代にあたる方が出したと。それをお殿さんがうまいうまいって言っておかわりまで召し上がったっていうのがあって、また明治になってこの道路ができた時に木そばって看板を作ったんです。でこれは生そばって書く木そばで、ちゃんと手打ちで湯がいてますよって意味になるんですけど、うちのそばは太くて硬いっていう硬いっていうのをこちらの言葉では怖いと、怖い怖いって言ってお客さんが召し上がってると、ここのそばは怖いんや怖いんやと。それを聞いた旅人が怖い木そばってなんやと怖いそばってなんやって時に、そうか、ここは鬼退治伝説のこれが大山なので、大山の怖い鬼のこと、怖い木そばの木を鬼の木だと勘違いして生の木じゃなくて、それでここは鬼退治伝説の土地やから怖い木そばやったら怖い鬼のそばのこっちゃなってなって、ここの木そば鬼のそばやねんとみんなが言うようになって、気づいたら鬼そばっていう名前になっていたという。
で代々変わっていくのはもう仕方がないし、それぞれに合わせていくというか、で7編目になって初めてじゃあ2人で何かをしていこうかっていうような感じで、あ、2人でもお店やってるなっていうのがすごく感じるところで楽しいですよ。伝統を守っていくということがすなわち変えていくということだと思うんですね。他に細いのを作るとか上にいろんな具材を乗せるとかいうことを通して鬼そばっていうものがこれだけの実力がまだまだこういう力を秘めてるんだぞということをかえって広げていくんですよ。例えば天ぷらが乗ったそばでも鬼そばのこの太いそばやから天ぷら乗ってても負けない、やっぱ鬼そばってすごいなと、素晴らしいなということになる。でそれが立ち返ってきて、もともとは何だった、ネギだけ乗ったやつなんやと、それでまた元の鬼そばが改めて人気が出るということで、やっぱ新しいことを続けていくことで古いものがむしろ生きていくという